はい、こんにちは。シェフのファビオです。今日は肉なしのラグパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、玉ねぎ、人参、セロリ、にんにく、ローズマリー、トマトピュレ、オリーブオイル、塩、黒胡椒です。はい、それでは今日は肉が入ってないラグソースを作っていくんですけど、この料理はイタリアのトスカーナ州の郷土パスタって言われていて、スーゴフィントって言います。でフィントっていうのがイタリア語でフェイク、嘘つきっていう意味なので、嘘つきパスタっていう直訳するとそういう風になるんですけど、肉が入ってないパスタですね。ラグソースのパスタなんですけど、これがですね本当に美味しいパスタソースになっているので、これから早速作っていきます。はい、それではまずは材料を切っていきます。今日のソースの要になっていくのがこの香味野菜、イタリア語でソフリットって言われるベースのもので、これは玉ねぎ、人参、セロリを合わせたみじん切りにしていくようなソースになっていくんですけど、今日のソースは肉が入っていないっていうことで、みじん切りの野菜もかなり粗めで大丈夫です。で香味野菜のこのバランスなんですけど、玉ねぎが3、人参が2、セロリが1っていう、だいたいこれぐらいのバランスでソフリットを作ると美味しい状態になります。で今日のこのスーゴフィントはより本格的なレシピにしていきたいので、フレッシュなローズマリーを使っていくんですけど、他にもバジルを入れたりとかイタリアンパセリを入れたりっていうやり方でもいいと思います。はい、まずはニンニクを入れて、でオリーブオイル入れます。でまずはニンニクの香りを出していきます。で今日はですね、このソフリットっていうのは、イタリア語の意味的にも、揚げ焼きをするっていう意味なので、オリーブオイルも気持ち多めです。大さじ2杯強ぐらい入った状態で、ニンニクが香ってきたら香味野菜を加えていきます。それでは今ニンニクがふつふついってきたので、ここで香味野菜入ります。でソフリットやるときはこの今の音聞いてください。結構この中今フライパンの中熱くなってるんですけど、最初はちょっと強火で、まず塩を一つまみ入れた、これで炒めていきます。でまずニンニクオイルのこのベースをしっかりとなじませる。でまずはここで、中火から強火ぐらいの状態で、最初のやることは野菜の水分を効率よく飛ばしていくっていう仕事です。水分を飛ばして、で本来はソフリットはもうちょっと野菜を細かめにやるんですけど、今日は本当に肉が入らないので、これくらい粗めの状態でやるのがポイントです。で今焼いてって、この状態でも軽くオリーブオイルが足りないぐらいの状態なので、こう足りなかったらちょっと足してあげるイメージで、強火で水分を飛ばしていきます。でやっぱ強火でやっていくと周りからどんどん温度が上がって焦げていくので、こう周りをこそぎながらやるのがポイントです。でこの状態で基本的にソフリットっていうのはもうずっと30分1時間ぐらいですね、現地だとずっと炒めてうまみのベースを作っていくんですけど、これはですね本当に辛抱の仕事でかなり時間がかかるんです。なので今日はよりクイックなレシピにしたいので15分ぐらい炒めていくんですけど、今野菜にちょうど火が入り始めた状態で透き通ってきたと思うんですよね。透き通って野菜の水分が抜けた頃から香味野菜がカラメル化っていって甘みが出てくるので、本当にずっと炒める状態で、今ひたすら炒めて待ってるところなんですけど、この
スーゴフィントっていうのは、仕込んでおくととても便利で、ソフリットのベースになってくるので、このちょっと今日は2人前ぐらいで作ってるんですけど、もっと多めに仕込んどいて、これはラグーソースのもう本当に味の核になるので、そのベースで使ったりとか、クリームパスタにこのベースそのまま加えても美味しいですし、あとはさっぱり系のミネストローネとか、コンソメスープみたいなのにこのベース加えるだけで本当に美味しいので、仕込んどいてまず損はないですね。それでは今15分ほど炒めたところなんですけど、野菜自身のこの水分が抜けてってちょっと糖度が出て、野菜に粘りが出てる状態なんですよ。これはだいたい今こんな状態です。でこれが今ライトなソフリットです。これ以上もっと炒めて茶色くするっていうやり方もあれば、これぐらいライトに作るっていうシェフもいろいろいるので、ここまで炒まったらここでトマトピュレが入ります。でこのソフリットのベースに今トマトピュレが入ると、見てください、もう今ラグーソースのような状態が作れてるので、これでもうあと 2,3 分煮たらこのベースが完成です。でこのベースをパスタの茹で汁で伸ばしてソースとして使っていくっていうようなやり方ですね。で今だいぶソースができてきたのでパスタを茹でていくんですけど、今日は肉が入ってないんですけど、これ相当濃厚なソースになってるので太麺のスパゲッティを茹でていきます。で今ソースの状態がだいぶ見てください、重たくてペーストみたいなこういう状態になってます。でこれで水分が残ってるようだったらまだダメで、これぐらいですね。もう完全に水分がなくなってる状態で今しっかりしたベースができたので、ここに仕上げにポイントなのがローズマリーですね。これがより本格的なザ・ボロネーゼっていう感じになるので、ローズマリーフレッシュのものを混ぜて、はい、これで今スーゴフィントのベースができたので、ちょっと容器に移していきます。でこのベースを容器に移して、でこれにこうやって落としラップかなんかして、でこんな状態で、パスタとしてソースで使ったりとかスープに入れたりっていうようなやり方で使っていきます。はい、それでは仕込んだこのスーゴフィントのベースを加えて、茹で汁を入れてベースを伸ばす。そしたらもう完全にミートソースですよね。これミート入ってないんですよ。でラグーソースなのでちょっと粗い黒胡椒も気持ちすってあげるとパンチもあって美味しいソースですね。一回味見をして最高の状態です。本当に美味しいです。はい、それでは麺が良かったので合わせていきます。で最後に和えるだけです。はい、それではいい感じに麺にソースが絡んだので盛り付け入れます。はい、これで肉なしのラグーソースのパスタ完成です。はい、いただきます。これはもう本当に時間かけただけあって肉が入ってないんですけど最高に美味しいですね。このスーゴフィントは、トスカーナ以外にも、ローマだったりとかマルケ州に行ってもあるような、パスタではあるんですけど、伝統的なものだとこの今日のレシピプラス赤ワインをプラスしたりしてもっと黒くやるやり方もあるんですけど、やっぱ僕はずっと作ってきてどれが美味しいかって言ったら赤ワイン加えないようなこのシンプルな作り方が本当に美味しいですね。で今日はホームワインの赤ワインを飲んでいくんですけど、トスカーナのパスタなのでボリューム2っていう中に入ってる
キャンティクラシコのグランセレッツィオーネっていう、キャンティの中でも一番いいグランセレッツィオーネっていうクラスの赤ワインを一緒にこう地の組み合わせで合わせてます。でこのワインがサンジョベーゼ種っていうキャンティの赤ワインのこの主体のブドウ品種で作られてるんですけど、これがそもそもですね、野菜料理とかトマトにすごく相性がいいので、もうこのパスタでですね、無条件に美味しいような組み合わせになってます。本当に美味しいです。でこのワインが気になった方は、僕は以前紹介したワインのサブスクで中に入ってるワインになってるので、概要欄に貼っとくので、よかったら見てみてください。はい、ごちそうさまです。このパスタなんですけど、想像を絶する美味しさがあるので、ぜひ作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。